100年になるんですよ。これお客さん作ってきた。これはね、戦争終わってすぐ家を改装して、それでこれになって、で今度こうなって。ゆっこさん。特別なボタンとかありますか？ボタンの説明はこちらがプロだから、それでもう貝ボタンの収集じゃもう自分じゃもうすごいと思ってるからボタンのほらボタンの説明どうぞランク別はしてない、素材別だから、素材別にちょっと説明していただいたらいい。ちょっとおじさんそんなの出さない。だからここのコーナーでここは貝ボタンとかさ説明すればいいのよ。ちょっとここ角。それで角はね、ここまで詰まってんです。ここは空洞なの。このね原料はもうないんですよ。木の実のボタン。木のボタンの一種ですね。鹿のボタン。これはレーザー。これも水牛ですね。だから元はこれがもうシェルね、貝、全部貝ね、これ。だから、それこの上のっけてみて、これね、これ1個しかね、こんな大きいから、だからすごい貴重品。おいくらですか？これは4000円。4000円でも安いと思います。これはね、ワシントン条約でこの貝ってあんまり取っちゃいけないようになった。かわいい。これがでかい。かわいくない？これがでかい。すごいいい。もうそれ作った人いないの、職人さん。もうそれ作ってる職人さんなくなっちゃう。すごく素敵です。ね、メキシコ貝ってね、素敵ですよね。どんなお服に使うんですか？もうそれはお客さんボタンってね、本当にお客さんの好みだし、何に使ってもいいのね。お洋服でもいいし、あとバッグの取ってこう引っ掛けるとこに使ってもいいし、お洋服以外に今本当アクセサリーにも結構使ってるので、これなんかはね、イタリアのボタンなんですけど、これはね、いやかわいいですね。でね、両方違う色にしたりとかね、結構イヤリングで人気。リングでもそういけます。あとね、ペンダントでもいいし。ですね。かわいいです。だから決まってないんですよ。何に使うか。何にでも今ね、ボタン使ってもらえるからね。これがメタルね。メタルボタン。これもう50年ぐらい前な。ほら、宝物、私の。全部ほら、巻いて。凝ってますね。これだけ揃ってる。こんなのもうできない。昔みんな昔なのによくできてるでしょ。これみんな日本で作ってる。こういうのはね、目が取ってあってね、綱をくっつけてロー付けして、そんなのする仕事する職人さんなんか今いません。大事にして本当に好きな人じゃないと売らない。じゃあこのボタンが全部売り切れたらもうない。それもちゃんと買ってあるんだけど。それがやずまい。ほら、ここに宝物。よいしょ。すみません、ありがとうございます。
そこに全部そこ全部ついてる。じゃあこれ全部売り切れたらどうしますか？えもう入店できないんですか？貝ボタンはできなね、いけどこれが全部売れるのには大変ね。まだ次日がかかりますね。今日はちょっといいの入っていい？いい？あ、じゃあはいはい。ちょっと取材に来てるので、あ、はい。どんなボタン？基礎ちょっと合わせてみてもいいですか？あ、持ってらした。はいはい。こっちが白っぽい方が合わせたくて。え、これご自分で編んだんだっけ？あ、そうです。あ、そうだよね。すごい。で、ご自分が着るのね。そうですね。もうちょっとあんまりボタンイメージしてない。してない。貝ボタンかな。白だったら貝ボタン。貝がサイズはサイズちっちゃいですよね、かなり。15で15も入んない？え、わかんないです。こんだけ？まあ伸ばせるのかな。どんぐらいわかんないですけど。すごいちっちゃですね、だいな。ぶ。こちらのボタンはどうやって知ってたんですか？一回来たことあって、その時はネットで調べてボタン屋さん探してて来ましたね。東京のボタン屋さんで調べてここに来ましたね。でインスタかなんかもありますよね。あ、そうね。インスタグラムは息子がやってる。はそうい。それ見て、はい。かな、どうなんだろそれ13。う。もっと13。 13って一番小さいですか？いやいや、あともうワイシャツのボタンになっちゃう。ちょっとちっあとじゃあこれ。ちゃかったですか？伸ばす、いつもキツキツなんで、これはどうかな。でもいけそうでは。うん。そうだよね。これ 11.5 ですか？そう。それはうちのオリジナル。あ、これはいけますね。これは通るんで。そこれはそれがいいかもしれん。どう？ここれ水牛。あ、ナット？どっち？いや、杉です。水牛。確かにこれいいですね。これいいでしょ？はい。いい。色天然素材だから、あと数？これで作った。これ同じのなんですか？いや、これがもともと原料。石油の。これ面白いですよ。同じの一個もないんだ。そうですね。これ可すごい素愛いですね。敵素敵。それでここはどなたの服ですか？これまあ自分用ですね。あんまり売ってないのでまだ、半袖でかっこいい。まあ誰かに作ってあげるとかしか自分の編むしかやってないんですけど。じゃあこれ履く。こっち。はい。あともう一個もう一個ね黒い。もう一着あるんです。あ、そうです。もう一着もう一着。あともう一個はボタン一個だけなんですけど。これちょっとまだ途中なんですけど、はい。はい。で、お袖もつくの。ベスト？いや袖はつかないです。ベスト。ベストです。ベストはい。ここにボタン1個つけたくて、これ黒いレザーっぽいのがいいかなと思って、あーなるほどね。はいこれになるね。これが一番イメージ近いです。それはどうするあとはステッチが入ってるの。こういうのが、まあこれでもそれはでかくない？これはでかいかもしれないですね。このが一番イメージ近いです。丸っぽいのが。あ、そうですね。こういうの。この大きさでいいの？大丈夫？多分通ると思うんですけど。でも黒でいいですよね。黒でいいですよね。うん、だってファスナーがシルバーだから。統一した方がいいですよね。うん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 。じゃあ黒で。これで。はい、それでお願いしはい、ますすい。ません。お客さんはデザイナーの方？いや、普通に一般で働いて、普通の会社員なんですけど、はいまあちょっと大学の時こういうのやってて、で趣味でも、はい。大学の時何やってたの？大学はちょっと編み物でなんかそう装飾をするみたいな、空間装飾するみたいなのやってて、編み物で。使ってた毛糸ですね。わー素敵はい、ちょっとだけ余ってるのがあって、素敵ますね。わー、今ですね、はい。おボタンで100均とか買えるんじゃないですか。あなぜこちらのお店にわざわざ来てあ、お前るんですか？なぜ、まあ一番やっぱいいボタン結局つけたいので、すごい時間かけて、まあ作っ
るので、クオリティは高く作りたいので、ボタンのクオリティ、ボタンすごい大事なんで、やっぱりいいクオリティのボタンが欲しくてって感じですね。はい。なぜボタンが大事ですか？やっぱりもう見た時にボタンで印象全然違うんですよ。黒いボタン1個でもやっぱなんかそれがレザーなのか質感で全然洋服の見え方全然変わりますし、やっぱそうなってきたらやっぱレザーとか、さっきの貝ボタンとかもそうですけど、ちょっとボタンの見え方すごい大事で、洋服としてそれでやっぱこだわってボタン買いに来ますね、いいの。はい。いいですね。ありがとうございます。この黒いのはドイツのボタン。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございました。はい、またよかったらどうぞ。はい、ありがとうございました。すいません。はい、ありがとう。お名前聞いてもいいですか？佐藤です。佐藤さんね。はい、よろしくどうぞ。ありがとうございます。この100年の中でお客さんっていうか、どんなお客さんが来るんですか？そのお客さんの層が変化あるんですか？このお店のお客様は本当に一般の方だけ。じゃあこの店にいらっしゃるいわゆる一般の方、個人の方って有名なデザインさんとかいらっしゃいいますか？やたまにね、でもほとんど普通の人。普通の人っていうのがもうこのアパレルに関係なく、関係なく、そうそうそう、ボタンが好きだからついてるボタンを取り替えたいとか、それからね取れちゃったボタンを買いに来るとか、そういう感じ。今まで一番売れた時って戦争の前じゃないですか。やっぱり背広を着る人は校長先生とか警察の所長さんとか偉い人ばっかりしか背広着ないんですよね。それで昔の軍人さんね、みんなピチッとしてたでしょ、ね、この辺の洋服屋さんでオーダーです。これがね、これが戦争前、関東大震災の後、昭和6年で、これが最初菱田ボタンで。始めた時、これがおばあさん、これが私の母親、父親、これ長女ね。菱田さんのお姉さんです。そうそうそう。もううんと年離れてる。その時まだ生まれて生まれてない。全然生まれてない。これは写真を画家に描いてもらった。画家に描いてもらった。うん、これ写真じゃない。写真じゃない。他の人も入ってたわけ、これ。この隣も洋服屋さんだったのかな、洋服屋さん。こっちはね、婦人物屋さん。婦人物。今のね、三菱銀行のとこがラシャ屋さんって生地屋さん。この本があるんですよ。それで斜め前にこれがあって、生地屋さん。この辺の住民、うちのおばあさんおじいさんも写ってんじゃないか。このお店まだ残ってるんですか？いやもう全然ない。関東大震災でもう焼けちゃって。お二人のなんていうお知り合いとか出会ったきっかけはそれはもう人の紹介。はいはい。人の紹介。お見合いですか？いわゆるそうよね。お客様はお店には何人ぐらい？もうだって40年ぐらい。そう来てね、すぐそう脳梗塞で言語障害になっちゃったから、ただ父の背中を見て教えてもらっただけ。何していいかわからないわけ。こんなお店来ちゃってだから最初はいらっしゃいませとかそういうこともなかなか言えなかった。ありがとうご
ございますとか。全部の商品の中で、うん売り上げのことをすごく気にしてるんですよ。一番売れてるボタンってどうですか？ないねもうだってこんだけいっぱいあるんだからいろんなものが売れる。一番高いボタンは高いボタンはどれだプろう。ラチナとかいやでもお店に出てるので高いのは手作りボタンじゃないの。一番高いボタンはこれ4万5千円。もう一つそっちまでして色がついてる。これが4万500円。なぜ高いですか？どういうところ？この石を使ってる。ボタンはもうアクセサリーの一部だからだけそうどね思うとね、うなずけるでしょ。納得します。このおボタンは、今まで何個ぐらい？いやまだ売れてない。だって入ったばっかりだから。入ってばっかり。一番安いボタンは？一番安いのって10円かな。300個。これとかこれが安いボタン。これは白衣。白衣。はいそうはい。こちらのお店に一番歴史長いボタンは？まあこういうのは長いですよ。ほらこういうボタンが古い。これは何年ぐらいの歴史あるんこれですか？はもう戦争前だから。战争之前，可能比50年还要久。これ很久これはこうアイボリーナッツ。その資料が残ってないの。はい日本に。私のお父さんが仕入れたの。はい。今こっちのこのようなボタンを探してるお客さんたまにいるの。たまにいるんですか？デザイナーがね、ね、古いボタンをね、探してる。古着だとかはい古着を買ってもはい。ボタンがついてなかったりするんですよ。確かにはい。そうするとこんなの持ってぴったりだかで、この木の箱。ら。学生ボタンって書いてある。戦争中金属がなかった。これは戦争中で日本が戦争してる時金属がないから瀬戸物で作った学生服学校のほら爪入りがあったじゃん。昔はね知ってます？学生の服金ボタンがついてはい。みんなオーダーで作ったの。わあ。松坂屋わあ。すごね、これはね三越。い。三越。わあ。もうこれはすごいですね。自分のものにしたい。売るよりも自分のものにしたいんですか？これはもうコレクションの一つとして。まあ一つね。それとほら今ねやっぱり騒がれてるけど歴史を知らないとね歴史それとっては若い人たち全然知らないから。はい、いらっしゃいませ。はい。なんか探してらっしゃるの？ボタン。私実は学生の頃ここら辺でバイトしてて、その時にスカーフピンみたいのをこちらで購入して、何？スカーフピンスみたいなカーフピン。はい。みたいなのがあって、そういうなんかボタンを使ったスカーフピン。はい。 20年ぶりぐらいいやね、こんないっぱいしといてごめんね。 20年前から一回いらっしゃったそうですが、ここで半蔵門の方でバイトしてて、麹町から歩いていく時に、なので当時まだこういう感じじゃなくて、もっともっとなんだろう、昭和をなんだろう、もっとこう雑そうわかります。なんかこうそうたくさんいろんな種類をこうご主人や奥様がこう出してきてくださるような形で、今はこうすごく、その時もこういうのどうってそうなんだ。出していただいて、あ、これが欲しいですって言っていまだに使ってるんですけど、なんかもう一本欲しいなと思って
伺って今日やっててよかったなって土曜日だからやってるかいやいやなと思ってこちらの方のおかげなんですよ。それで土曜日開けたの。最近土曜日休むことが多くて。本当ね。長い時間でお邪魔させていただいてるんですけど、はい。でもなんかすごく大事に使ってます。今日もスカーフピンを探していそうらっしゃるんですね。せっかくだからスカーフピンがこういうピンブローチを購入できたらな嬉しいなと思って。まあね見るだけでも大丈夫ですからね。ありがとうございます。はいあそこちょっとちっちゃいですけど鏡あるから鏡当ててみたら。ありがとうございます。すいません。ちょっとごめんね。はいはい。あでも可愛い。色的に、はい。色的にどうですかね。なんか両方とも合う。両方ともまた迷わせちゃう。ああでもアプリの方があまり目立たなくていいかな。ちょっと目立つか。これに。はいはいありがとうございます。すいませんありがとうございます。なぜわざわざお店に来て買うんじゃないですか。なんかやっぱここにしかないボタンが素敵だったからだと思います。一度初めて買わせていただいた時の思い出と一緒にこうなんだろうデザインとその思い出と一緒に使えるっていうのを初めてここで購入して気づいたので、はい、私今子供も生まれたんですけど、はい、その子供にもこう貸したりして使っているので、はい、なんかこういう風に話をしながらまた使えられるようになったらいいなって娘なのでちょうどはいと思ってます。はい。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いやいやどうもありがとうございました。だから私たち2人はもうこのお店やっていくんで生活していかれるけど、息子はまだ子供もね小さいし、これからのことを考えるとやっぱりこのお店だけで生活していくっていうのはまだすごく不安だと思います。早く後継ぎしろって言ったら自信がないってね。なんで自信がないんだ。無理よね、そんなのね。自信がない。ここのお店はあるし商品はあるし、なんで自信がないんだね。トヨタの社長だってね、先行きどうなるか分かんないって言ってるのにって言ってあげてるのに。この40年の間は、ゆここさんにとって、まあ、楽しい40年。うわー大変。それとももっと変化が求めたかったのかなとか。そういうことは全くないわね。やって毎日ねいろんなお客さん見えるから、それがすごいね変化があることでしょ。一番印象に残ってるお客さんいる。フランス人の女性が日本人の通訳の男の人と一緒にお店に来たのね。ですごい素敵なお店で私はすごいこのお店にね合ってるって言われた。すごく良かった。それが思い出。一つそう覚えてますね。すごくあなたに合ってるお店だわって言われた。旦那さんと会ってない。素晴らしい。それも本当よく私言ったじゃないよ。よくぞ言ってくれた。说他不适合我，对不对？合ってない。私言ったじゃないよ。大丈夫。